それが一番問題やもんね。何歳までできるかなっていうのが。それはもう45年っすよ。まず飲もうっていうぐらいでしかしてないって言うて、って言って今言うてそれはもういやでも別に私たちが言う前にも美味しい。納豆嫌いな人もそうそうな食べれるよって見て、ゼロから始めておけ。俺の父親は全部お客さん。売り上げどうのこうのに縛られんで、全然楽しいね、今が。毎日お一人で準備されてるんですか？はい。夏場休みなきゃ早いった。屋台年季が入ってますね。はあ、そうね。それはもう45年っすよ。宮大工が作っておけさ、それを簡単に役割。早いやろ。なかなかうちより早いとこないと思う。コツがあるんですか？早い。もうやっぱ流れに乗って無駄をできるだけなくす。無駄に45年してないよ。昔は電気のメーターがついてなかったけん定額で1500円ぐらいやったとかってメーターつけんでよと思ってこれはさすがに困ったなっていう変化ってありました？コロナがあって条例ができても関係ない。昔は5時6時までしようかけど今はもう1時とか1時半ぐらいで終われるけどね。それが一番大きいじゃないとそれもあれ仕方ない時代もある。まあ俺は修行しようけんちょうどいいばってにさ今からそう生活かかって頑張らない感じでやってないとちょっと寂しいかもしれないね。若手は大変ですね。そうよね。俺の一番人気この人参丸ごといく。初めて見ました。そうやろ。人参は俺方が発祥やけん。納豆ラーメンでそうだよ。俺方が発祥やけん。45年前から売り売ってる。毎日やってるんですか？おでんが美味しい季節が近づいてきましたね。そうね。でうち夏場もずっとおでん売るけど結構出るとよ。うち夏のおでんで買いそうけ。大体前半の仕事は終わり。早いっす。だからこういうのね時間費やしたくないとよ。のれんつけなくてもさ入ってくるったいね。いいですかっていいよって最初のことはできるだけ断らんようにする。なんでなんですか？
なんか後が悪くなる全部ラーメンだけんけど焼き物はいいよって言うとそれが入ってきてちょっと待っとったらもうすぐできるけどねできんもうまだまだです断れんそうやろこれのれんがさ長かったらさ熱がこもって熱いとよこんくらい短くしてますお客さんが熱くないように短いのれんにしたんです。そうでないとね風が通らんでさこんぐらいぐらいですよもうムンムンする今日の仕上がりはどうですか。まあまあですね見た目のインパクトがあるよね竹やちょっと出汁もこう濃いめというか、鹿児島のね醤油作るときにさたまたま巡りごとさごまさばをさ鹿児島の甘めの醤油食べたらむっちゃくちゃうまかったとよねそれまで使ってたものからえパッと変えたんですね。変えたよよくまあ鹿児島醤油うまいもう惚れたよそこ迷いはなかったんですか。なかったねこれまでの。全然ないこれやと思ったおいちょっと寄っていけめっちゃ幼稚園の頃からお父さんから連れてきてもらいよったのがさもう50近いっちゃけんねびっくりするよお酒飲めるようになるまでいやおちゃんに長生きしてもらわないかんですね。先1歳やけん19 19年生やれん95までせバイ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 またねまたね頑張ってね嬉しいですね。こうやってそうよ毎日新しいお客さん新しい出会いばっかりやけん今本当にボケる暇がないいやこうあれこれは小学校2年生の子が持ってきたけど2年生の時にこれ用意しとったらさ「ういちゃんくれ」って言ったその手紙とさこればくれた後よ手紙とくれば手紙とくればねくれたとだからやっぱ見てるやつは見てるとよね小学校2年生何年生でしょ今3年生になってるけど俺方の孫よりも可愛いから可愛がってやるようやつやけどこう軸でこう通るけんさ初めて小学校2年生の女の子がさ1、2、3枚ぐらい手紙ちゃんともらうとさ地域の風景なんですね。そうありがとうね嬉しいです。めっちゃ嬉しかったラブレターもらったような感じ豚のどこの骨になるんですか。うちは丸骨ですね昔は母ちゃんとしよう頃は忙しかったけん頭とか入れよったばっかりね丸骨で十分Bem, eu sou Estela. Gyoza deしてよ餃子なんでもね料理の中で焼きが一番難しい始めた当時は俺はさっき言ったようにゼロから始めてるけん経験なしで始めてる全て何も経験なしでサラリーマンしようっていきなり屋台をしちゃっちゃうで自分が食べ物やけん自分が食べて美味しければいいやんけそれで
っていうのがスタートや。あとはお客さんから教えてもらう。俺の師匠は全部お客さん。お客さんが美味しいって言ったら、おお、これでよかったってね。もうそれしかない。ないやろ。1000円です。はい。ありがとうございます。お願いします。食べたかった。すごい。それ。生きがいはそれ。このラーメンもうまいぞって言ってたもんよ。切りたてがうまいっておお客さんが言った。なるほど。そんなもんかなと思って切りだめせんのよ。お客さんの耳すましてさ、そんなのが、ね、大事なのよね。そう勉強になるよ。お客さんの言葉一つ一つは。やっぱラーメンです普通なの。はい、ありがとう。佐世保から福岡に来た時、最初に来てくれたのがここや。そう家臣一番最初の屋台がここでもう2年ですね。ぐらいのこれなんですよ。オッケー。やった。Thank you。これを仕事終わりのひととき。いただきます。これが美味しいんですよ。ありがとう。どうしよう。ありがとう。来てからかもうお前が生まれる22年前からこうやってやしようのになんでなんで一緒にこうやって話せると天神の次は貸しやったってね、それだけ人が湧いとったと。それでコロナもあったし、それでここまで喋れてしまう。全然人通らんやん。こんなことがなかったっけ。こういう状態やけん、こうやったら一人でできるわということでワンオペを始めた。それも72で始めたと。72からもう一回外でやったよ。まあ今からやね、歌詞もね。新しい歌詞。ニュー歌詞をみんな作り上げられるから、ニュー歌詞。ありがとう。おお、ありがとう。天ハムの美味しいや地元愛。地元愛です。カシーのお父ちゃんとかも。カシーのじいちゃんかも。つ。ああ、じいちゃんだった。風邪もひいたことない。風邪ひいたことないんですか。鉄人っす。それがなんでまた打とうと思ったんですか。いやもう年が年やけどさ、打っとった方がいいかなと思って、去年から打ちました。9号接種。完璧やろうが。しょっちゅう合ってると思うけど。だけどよかった、おいちゃん。何それ。筋一本と人参がありますか。あるよ。あ、こ
この人参が美味しいんですよ。めっちゃうまいよね。本当におでんに人参っていうのがね、そうですよね。おでん食べたかったんですよ。うわ、うまそう。大根ありますね。と卵。人参も食べたら人参？あ、じゃあ嫌いじゃなかったあ、じゃあ人参大好きです。じゃあ人参ください。あ、ごめんなさい。待ちに待ったおでんの季節ですね。ねえ、これからいいですね。人参の良さを伝えてください、ぜひ。嘘みたい美味しいですよね。本当に。なんか家で真似しようとしたんですよ。できないでもできない。本当に。絶対この人参はできない。トマトはなんとか。ね、なんか煮ればなんかできる感じがする。そうなんですよ。人参できないですよね。この辺も並んでるらしいんですけど、今はもうこの大将のお店だけ。それをちょっとあるテレビで見て、私もここに来てみて、納豆嫌いが納豆ラーメン大好きになっちゃって、そうなんですね。納豆大嫌いでも食べれます。ここのラーメンは。納豆嫌いが食べれる納豆ラーメン。はい。何回かもうやってしまったんですよ。そしたらおいちゃん。もうダメ。ああ、本当もう。あ、わかりました。違う、おらんかったじゃん。本人は納豆ラーメン。納豆ラーメン。焚き火。ちょっと間に挟みます。すごい。すごい。素晴らしい。いい話聞けた今日は。食べますか？でも別に私たちが言う前にもソフトドリンクでも飲みますか？大丈夫です。でも言っちゃいけない雰囲気ないじゃないですか。なんかね、そんな空気ある。言っていいですか？あれ開くでしょ。もう思いついたというか、僕実は味噌汁なんかにも納豆入れて食べる習慣があって、こんなのラーメンに入れてみようかということで、もう本当そういうもんよ、やっぱしょっぱなって。多少使うといいですよ。これ少し飲もうっていうぐらい。違うか。言ったじゃん。なんで東区やばいです。めっちゃ多いやん。そうだよね。祭りに馬を追いますしかしてないって言うけ。今言うて。その団体をこういうこと。あ、同じか。でもそこは盛り上がるもんね、お酒は。納豆？馬を混ざってる。美味しそう。なんていうか美味しそう。納豆混ぜて。そうそうそう。何買えばだって。はい。この会団体を出した。これ下通りとかそう通りとか。テレビで一回ここで見て、納豆嫌いな人も食べれるよって見て食べてみたら本当に食べれるんですよ。まず納豆の嫌なところが熱で消えるんですね。納豆キナーゼは60度で消えるんです。ネバネバが。そう本当？はいはい。調べたんです。なんでこんな美味しいのかなって。そう25年私が頑張って持って押しなさいよ。なかなか俺はね、いや私も可愛いかも。一回ですね。あ、別物良くない時って一回美味しい。名刺し何も言わんと全部落ちちゃった。自分が好き勝手してきとるけん。ここでしか食べれないですよね。私ももう自分の DNA。ガトキナーゼ。できないです。はい。確かにネバネバしてるけど臭みがなくてめっちゃ美味しい。別も納豆の嫌な感じがないんですよね。ほんまにもうこれ麺食べて納豆をすくっておい確かにおい納豆。そうやろ。あ、一応ちょっと冷静すぎてお互い。ありがとうね。またね。またね。お子ちゃんありがとう。モザイクみんななんか粒がこう落ちるんですよ。だからやっぱすくわないとなんかこう麺は色のとこに。こうすくって締めくくれそうですね。ああ締めくくれそうですね。
いや600円のラーメンを600円以上で売りたくないと俺だからそれだけ600円特価で出すもう俺は抵抗を感じるけん600円で出すそれだけ例えばこれは10年20年はせないかんっていう屋台やったらそのくらいせないかんかもしれないけどあと3年か4年ぐらいしかせんじゃけんどうせいいじゃないかこれでいうところで設定するいやたまたまこことちょっと縁があって俺はまあここのお客でもあったで大将山の時俺に譲ってよってさ次の日すぐ電話かかってすぐ会社辞めるすぐ始める結婚しとって家を29で建てて子供が3人おってそれから始めたと今後やりたいことってあるんですか？ないもうないねさすがに75でわからんそれが一番問題やもんね何歳までできるかなっていうのがそれだけで今考えてる一番古いのって90歳っていうのが多いよねトンキさんあれ90歳やけん大将90よ信じられるもうその売り上げどうのこうのに縛られんでゆたーっと来るなるようにしかならんっていう心境でしようけんで楽しいね今が。